おはよう、そして会えない時のために、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。どうも、ゴミとお散歩、ゴミさんです。今日はいつものお散歩動画ではなく、シアノタイプを作るプロセスを動画にしてみました。シアノタイプとは簡単に説明すると、青写真のことです。それで青写真とは何か、それは青い写真のことです。言葉そのまんまで何の説明もなってないですって。まあ、写真の歴史や化学反応の原理みたいなのは説明する側もされる側も退屈で面白くないからすっ飛ばしちゃってもいいのかなって。実は人に説明できるほど自分も詳しくないんですよね。はい、それでは早速作っていきましょう。作る過程を見ていただくとお分かりになるはずです。多分。まずは紙を用意します。紙は濡れても破れない水彩画用の紙がおすすめです。自分はハーネミューレの紙を使ってますが、紙じゃなくても布、工夫によってはガラス面にも印ができます。A4 の大きさを半分に切ります。長い方が32センチだから16センチの位置に印をつけます。紙が厚いのでなるべく鋭いカッターを使いましょう。そうしないと途中でちぎれたりします。あと切るときは刃の角度を90度に維持するのが綺麗な断面を作るコツです。次は色反転したモノクロの画像を OHP フィルムに印刷したものを裁断します。インク Z 用の OHP フィルムは水ににじみやすいので裁断するときは手の汗に注意です。フィルムを紙の上に乗せてみると、プリビューはこんな感じ。悪くないですね。もう一つも、悪くない。修正なしにこのままいきます。次は観光紙を作ります。溶液 A と B を同量に混ぜるだけでとても簡単。シアノタイプ溶液はネットで売ってます。液状と粉状のものがあり、普遍的に使われるのはこのような液状のものみたいです。溶液を混ぜたら紙に塗ります。塗る前に現像面の形や像を写すスイッチを決めとくとやりやすいです。決めた。左の上の端っこが良さそう。言い忘れるところでしたが、観光紙を作る作業は日が当たらない真っ暗なところじゃないと日光中の UV に感光して台無しになるのでご注意を。観光前の下準備は終わりました。実は今回のシアノタイプ制作はちょっとした実験も兼ねてます。それは、じゃじゃん、どんぐりです。どんぐりからタンニンを抽出してそれでトーニングを試してみようかと。トーニングとは、わかりやすく言って青写真の青を青じゃない色に変えることです。それに使われるのがタンニン。渋みを出す物質でコーヒーや紅茶に多く含まれてると知られてます。以前コーヒーで試してみましたが、タンニンの量が少なかったからか色がほぼ変わらず、失敗しました。それで考えたのがどんぐり。コーヒーや紅茶より渋みが強いからタンニンもその分多く含まれてるはず。どんぐりをすり鉢で潰し粉状にして、そこに水を入れタンニンを抽出します。これはどんぐりを使った韓国料理のドトリムクの作り方を応用した方法です。韓国ではどんぐりの粉末を水に浸し渋みを除いた後、沈殿したでんぷんを煮て冷ましゼリーみたいな食べ物を作ります。その渋みが染み出た上水がタンニン水ってわけです。よし、このくらいでいいか。水を入れタンニンが染み出るまでほっときます。これでどんぐり茶も準備完了。
次はいよいよ露光です。露光はこのように UV ランプを使ってもいいし、太陽光でも十分 OK です。私は本棚にアルミホイルを貼って上に 100W の LED UVA ランプを吊るして露光装置を作りました。さっき作った感光紙が UV に反応して青い色素が作られ、像が映る原理です。そして紙の上に乗せたフィルムが UV の透過率を調節し陰影を表現します。じゃあ、始めましょう。最初に焼くのはこの写真。光が均等に当たるように中央に配置します。そしてガラス板でフィルムを乗せた感光紙を挟みます。フィルムと紙を密着させもっと鮮明な像を得るためです。最後にアルミホイルで全面も防ぐと、はい、準備完了。UV が他の写真に当たらないようにタオルをかぶせたら、いざ点灯。露出時間は5分です。露出が終わりました。事前に水を張っといたバットを用意して、写真全体が水に当たるようにくぐらせると、UV が当たらなかった部分が水に流され像が浮かびます。次の段階は水洗い。水道を弱く流して残りの色素を流し洗います。紙が水圧によって削られたりしますので水はあまり強くしない方がいいです。十分洗い流したら過酸化水素水を使って青色を強めます。写真に少しかけると青色が濃くなり全体的にはっきりしたイメージになります。落ちたところからすぐ群青色に変わる姿が面白いですね。ちょっと揺らしてあげると全体が反応して綺麗な青色になります。最後に残りの薬品を全部洗い流したら完了。あとは乾かすだけです。これは2枚目の写真。さっきと同じ過程で作ったものです。この写真を使ってトーニングの実験をしてみましょう。作っておいたどんぐりのタンニン抽出物を注ぎます。沈殿とろ過を繰り返してでんぷん質をできるだけ除いておきました。写真全体が浸かるようにちょっと水を足して30分ほど放置。そしてこれが結果物です。スキャナーが低性能なせいでほぼ完全にモノクロに映ってますが、実際に見るとまだ青色が少し残っていて輝度の低い青紫って感じです。そしてこれが1枚目の写真。これがトーニングを行う前の色です。他のと比べてみるとどんぐりトーニングがどう色を変化させたのかわかります。ちなみに同じ列の2番目と3番目の写真は失敗したコーヒートーニングの結果物です。たまにはこういうのも上げていきたいと思ってます。では、今日はここでそろそろおいとまいたします。もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。